ぱりステーキとかチキンソテー、そういうものにすごく合うような気がしますね。ブロッコリーのシーザーサラダというのを今日は作っていきたいと思います。まず軸、10秒後にブロッコリー本体、氷水でシャキッと冷やします。これ割としっかり味、この花の部分にやっぱりしっかり絡んでますね。で水気もしっかり切れてるので味がボケるということは全くないですね。12月年末は何かと洋食を作ることが多いんじゃなかろうかと勝手に予測してるんですが、皆さんいかがですかね。でそういう時にパパッとできるドレッシングをかけるだけのサラダじゃないサラダ、ブロッコリーのシーザーサラダというのを今日は作っていきたいと思います。では材料です。ブロッコリー、調味料がマヨネーズ、生クリーム、レモン果汁、パルミジャーノの固形ですね。あとお塩、黒胡椒、非常に素朴な内容となっております。じゃまずブロッコリー切って、下茹でしていきます。ブロッコリーもですね、いろいろと切り方とかによって奥が深い食材ですよね。なんつったらいいのかな。こうやって例えばちょっと大ぶりなものができた時に、これ前もやったかな、こうやって切っちゃうとお花が散るでしょっていう、もったいないので途中まで切って割る。そしたらほとんど花が割れないですね。そうするとあと断面もちょっとこう波打つような感じで、今日みたいにそのシーザードレッシング絡めるんですけど、絡み方がちょっと増えますよね。小さいものはもうそのままでいいですね。大きいものはさっきみたいに花が散らないように切っていくといいと思いますね。でこの後軸のところですよね。もうこのぐらいのサイズになると結構柔らかいと思うので、包丁を当てて皮がこう歯向かってくるような、こう抵抗してくるような感じがあったらそこは皮をそぐ。で抵抗しないような感じだったらもうこのまま切っちゃっていいですね。こんな感じかな。あとはこのなんか最終形態みたいなところですね。小さいのがいっぱい連なっちゃってる、これも割るみたいな感じですね。こんな感じですかね。そしたら湯がいていきます。お湯にお塩、色ですね。まず軸、10秒後にブロッコリー本体で1分です。で1分経ったので火止めてざる上げします。ですぐ冷水取ります。冷水で粗熱取ったら氷水でシャキッと冷やします。しばらくねちょっとこの中で冷やしていきますかね。じゃあ和えるドレッシングですね。合わせていきます。生クリーム、マヨネーズ、お塩で、ここにチーズ、でレモン果汁ですね。こうね、こうやって絞るとこう皮からねこう伝って落ちると苦みが出るやらなんやら、いろいろありますけどね。ちょっとだけ小さじ1ぐらい、はい、で最後に胡椒ですね。でしっかり混ぜます。これであえ衣 OK ですね。そしたら、ブロッコリーが冷えてると思うので水切りしていきます。ですごい大事なのはこの完全なる水切りですね。サラダスピナーですね。サラダスピナーを使って完全に水切りをしていく。これだけ出ますからね、まだね。あとは布でこう拭くしかないんですけど、結構な量使うことになるので絶対的にスピナーをおすすめします。水気切れたらもうね、ほら触ってちょっと潤ってるぐらいですかね。
そしたら先ほど作ったあえ色ドレッシングのボウルの中に入れて、全体をこのように大きく混ぜてあえていきます。そうするとこの花の部分にですね、非常によく絡むわけですね。これ割としっかり味。あえていくとボウルの底に溜まってたドレッシングがなくなるので、なくなったらもう盛り付けでいいですね。あとちょっとね、飾りでパラパラパラっとたら OK ですね。完成です。ではいただきます。さっきもお伝えしたようにですね、この花の部分にやっぱりしっかり絡んでますね。で水気もしっかり切れてるので味がぼけるということは全くないですね。ただ長時間置くと当然塩分が入ってるのでブロッコリーから少し水分出ると思いますけど、ステーキとかチキンソテー、ソースとかをかけない焼いたお肉とか、そういうものにすごく合うような気がしますね。付け合わせの一品としてね、パパッとできるブロッコリーのシーザーサラダ、ごちそうさまでした。